はい、皆さんこんにちは、ゆかです。本日の動画は実用日本語9です。今回は試着するときに使う日本語の表現をご紹介します。実用日本語シリーズでは日本人同士の自然な会話からよく使う表現が学べます。今回使う動画は東京の下北沢で撮影しました。私と店員さんは事前にセリフを用意していません。またわざとゆっくり話したりもしていません。日本人同士の自然な会話です。そのため最初は少し難しいと感じる方もいるかもしれませんが大丈夫です。今日の動画を最後まで見れば全部わかるようになりますよ。難しい表現や重要な部分については私から解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。まずは今日の練習の流れを説明します。以前この実用日本語シリーズを見たことがある方は、この説明の部分は飛ばして構いません。直接練習を始めてください。最初に字幕がない動画を1回見ます。この時点では会話の内容が全く聞き取れなくても問題ありません。次に私からキーワードを10個提示します。このキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見ます。この時1つ2つの単語が聞き取れると思います。次に重要なセリフ、単語について私から紹介します。その後日本語の字幕がついた動画を見ます。そして最後に字幕がない動画をもう一度見ます。一番最初に字幕がない動画を見た時は全くわからなかった方も、最後に字幕なしの動画を見た時にはある程度会話の内容が理解できるはずです。このような理解できる過程をぜひ経験してください。それではまず一度字幕がない動画を見てみましょう。今回の動画は東京で撮影しました。私が洋服を試着する場面です。私は店員さんに試着してもいいかどうか聞いて、その後店員さんは洋服の詳細について説明をしてくれました。そのような場面です。それでは一度見てみましょう。両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、なくても可愛いですね。なくても可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。はい。どうでしたか？何か聞き取れた単語はありましたか？ではここで私からキーワード10個を提示します。こちらです。試着、もちろんです。付属、ベルト、かわいい、アクセント、リボン、取って、締める、わかりました。はい。それでは続いてこのキーワード10個に注目してもう一度同じ動画を見てみましょう。両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、なくても可愛いですね。なくても可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。はい。どうでしたか？試着とかリボンなどキーワードが聞き取れましたか？では続いて私から重要な部分を解説します。今回の動画は東京の洋服屋さんで撮影しました。私は同じタイプのワンピース2種類を試着したかったので、このように言いました。両方を試着してみてもいいですか？両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。両方というのはこの2つのワンピースという意味です。両方を試着してみてもいいですか？
両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。洋服を試しに着てみることを試着と言います。試着してみてもいいですか？ここで使われているてみるというのは試す、挑戦する、初めてトライするという感じです。試着してみてもいいですか？両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。試着したい時には、今回私が使ったこの表現以外にも、例えばこのようなものがあります。試着してもいいですか？試着はそのまま試着してもいいですか？てもいいですか？の形で使えます。また、動詞の着るを使って着てみてもいいですか？という表現もよく使われます。もしこれが服ではなくて靴だった場合は、履いてみてもいいですか？と言います。靴は履くと言います。またその他にも、下半身の服、例えばズボンとかスカートとかそういったものも履くを使います。なのでこれも同じく履いてみてもいいですか？と聞きます。でもそれぞれの動詞がちょっとめんどくさい、わからないという場合には試着を使って OK です。両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。その後店員さんはこのように答えました。もちろんですよ。両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。ここでの意味は、当然それはできますという感じです。もちろんですよ。両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。続いて店員さんがこのワンピースの着方を教えてくれました。ベルトの部分をどうやってつけるかという説明です。この付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもという感じではあるんですけど、付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、ちょっと長かったかもしれませんね。この付属のという付属という部分、これは、洋服についてよく使われますね。付属のリボンとか付属のベルトとか、あとはカバンとかでもありますね。付属のショルダーとか、そういうのを付属と言います。この付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、そして続いて、みたいという表現が使われています。確かにこのワンピースの付属のベルトは、ベルトと言えますけど、でも一般的に一番よく見られるようなこういうタイプのベルトではないですね。ちょっとデザイン性があるタイプです。なので店員さんはみたいを使いました。この何々みたいというのは実際にはそうではないけれど、まるでそのように見えるというような場合によく使われます。例えば、ある町は日本にあります。だけど、ヨーロッパみたいな雰囲気です。ヨーロッパみたいな雰囲気。ここは日本ですからヨーロッパじゃないです。でも、そこに行けば自分がヨーロッパにいる、そんな気分になる。それはヨーロッパみたいな雰囲気。今回の場合は、この付属のこの部分は、見た感じ、リボンもあるし、でも革の部分もあるし、リボンのような、ベルトのような、というような感じですね。でそれで店員さんは、ベルトみたいなと言いました。この付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、そして次の部分、つけてもつけなくてもというこの部分ですね。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、まずはつけるという動詞。これはアクセサリーとかベルトとかリボンとかそういったものをつけると言います。例えばベルトをつける、ピアスをつける、指輪をつける。これはつけるという動詞が使えます。そしてここではつけてもつけなくてもと言っています。この意味はつけてもいいし、つけなくてもいいしという感じです。なので店員さんが思うにこのワンピースはベルトをつけても可愛いです。素敵です。でも
つけなくても素敵です。可愛いです。その時につけてもつけなくても。で、今回は自然な会話なので後ろの部分は省略されていますが、一般的にはつけてもつけなくてもいい、つけてもつけなくても可愛い、つけてもつけなくても素敵とか、このようにいい形容詞、な形容詞などが後ろに入ります。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、他にもこの何も何もの形ですね。例えばこのような例があります。行っても行かなくても同じだ。暑くても寒くても文句を言う。中でも外でもどっちでもいいよ。例えばある会社同士で契約の話し合いの場があったとします。その話し合いの場に私が行っても行かなくてもその契約ができる、できないという結果には影響しないと思っている時には、行っても行かなくても同じと言います。行っても行かなくても同じ。それからこの下の部分、これはある人がいつでも文句を言います。この部屋の室温について文句をよく言う人がいて、暑くても文句を言います。寒くても文句を言います。そういう場合は暑くても寒くても文句を言うです。また最後の中でも外でも、これは名詞ですね。中、外。中でも外でも。例えばレストランで食事をしますね。で、友達同士で話して、中で食べますか？それとも外で食べますか？どっちがいいですか？で、その時友達が答えて、中でも外でもどっちでもいいよ。中でも外でも。中でもいい。外でもいいという感じです。中でも外でもどっちでもいいよ。このように何も何もという形で日常会話でよく使われます。今回はベルトについてつけてもつけなくてもというふうに表現しました。この付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもという感じではあるんですけど、付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、続いて私がこのベルトについてコメントしました。なくても可愛いですね。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。その後店員さんはこのように答えました。なくても可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。ここで最初に私はなくても可愛いですねというふうにねで終わりました。この私のねの意味は相手に同意を求める感じです。私はなくても可愛いと思います。あなたもそう思いますねという感じでねを使いました。なくても可愛いですね。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。そして店員さんはそれに対してなくても可愛いと思いますと答えました。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。そして続いてあったらちょっとアクセントになるこの部分ですね。あったら、たらというのは条件を表す文法です。あったら、行ったら、遊んだら、食べたら、来たら、したらというふうに後ろのこのたらというのは条件を表します。あったらちょっとアクセントになる。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。このアクセントになるという表現も日常会話でよく使われます。ここでの意味は全体を引き立てるとか全体の中で変化をつけるという意味で使われています。洋服についてアクセントになるといった場合は、今回のこの服は全体の色が紺色です。シンプルな感じ。でもこのベルトがあることで少しこの部分に変化がつきます。この変化がつくことをアクセントになると言います。なくても可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。
なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。このアクセントになるという表現は洋服以外にももちろん使えます。例えば食べ物、料理について、うどんに少しだけ生姜を入れるとアクセントになって美味しい。うどんというのは全体的に優しい薄い味ですよね。でもそこに少し刺激のある生姜を入れると全体の中で少し変化が生まれます。それをアクセントと言います。また他にも食べ物でアクセントが欲しい場合は七味をかけてくださいとかね。あと建物とかでも使えますよね。この建物のアクセントとして個性的な窓をつけました。このようにアクセントというのがよく使われます。なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。引き続き店員さんはこの使い方について説明してくれました。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりたま。ありがとうございます。はい、ここも少し長いですね。一旦という表現が出てきました。一旦もとてもよく使われる表現です。一旦は一度とかしばらくの間、一時という意味があります。このリボンは、取りますけど、後でもう一度使いますね。なので、一時的に取るという感じです。そのため、一旦と店員さんは言いました。一旦このリボンも全部取っていただいて、一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。一旦の使い方として、例えばこのような例があります。野菜を切ったら一旦冷蔵庫に入れます。食べる直前に塩、酢、砂糖を混ぜます。これも一旦ですね。ずっと冷蔵庫に入れるのではなくて、一時的に冷蔵庫に入れます。で、後でまた食べるときに出します。一旦です。また、このように登山をしている途中で、一旦ここで休憩しよう。一旦休憩しようというこの言い方もよく使われます。これはしばらくの間という意味もあるだろうし、もちろん一時的にという意味もありますね。登山の途中ですからずっと休憩するわけではありません。しばらくの間、一時的に休憩の時間を取りましょう。で、また登ります。一旦です。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。そして続いて次の部分ですね。一旦このリボンも全部取っていただいて、この動詞の部分、取っていただいてという表現です。この部分は、手いただくの形が使われています。手いただくは、手もらうの謙譲表現です。取っていただいてです。この時誰がその行動をするかというと、それは相手です。今回の場合だったら、お客さんである私がリボンを取ります。取っていただいて。例えば、このような例があります。部長に資料を確認していただきました。私が資料を作りました。この資料大丈夫かな？問題ないかな？ということで、部長にお願いします。確認してください。と言って、そして部長が確認しました。この状況を話すときに、部長に資料を確認していただきましたと言います。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。続いてこの真ん中のところ、巻いた後での何々た後という表現。た後、ここでは動詞のた形が使われています。巻くのた形は巻いた。そして後ろに後を使います。このではあってもなくてもいいです。巻いた後、または巻いた後でどちらでも構いません。よく手順を説明するときに使われます。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。何々た後でを使った例文は、例えばこのようなものがあります。
麺を茹でた後でチーズをかける。最初に麺を茹でます。そしてその後チーズをかけます。この料理の手順を説明するときに、麺を茹でた後でチーズをかける。た後で。それからこういうのもありますね。空港に着いた後で両替をする。動詞のつくの丈、着いたの後ろに後。空港に着いた後で両替をする。今回の場合は、巻いた後で何をしますかというと、最後の部分ですね。このリボンで締めるです。巻いた後で締める。た後でです。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。店員さんの話全体は、一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。そしてこの説明を聞いて私は分かった、理解できたと思ったので、このように言いました。なるほど。分かりました。ありがとうございます。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。ここで私はなるほどと言いました。なるほどというのは、相手のこの説明してくれたベルトの使い方について十分に理解できて、そのような仕組みになっているんですね、と少し感心した感じです。その時に、なるほどと言います。なるほど。わかりました。ありがとうございます。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。はい。それでは続いて、日本語の字幕付きの動画を一度見てみましょう。今、一つ一つのフレーズについて見てきたので、会話全体の流れ、そしてフレーズが理解できるんじゃないかなと思います。それでは見てみましょ両方試着してみてもいいですか？もちろんですよ。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。う。はい。どうでしたか？何か聞き取れたフレーズはありましたか？それでは続いて字幕なしの動画を見てみましょう。最初は全くわからなかった方も、今はある程度わかるんじゃないかなと思います。挑戦してみてください。両方試着してみてもいいですもか？ちろんですよ。付属のこちらがベルトみたいな感じになってて、つけてもつけなくてもっていう感じではあるんですけど、なくても可愛いですねなくて。も可愛いと思います。あったらちょっとアクセントになるかなっていう。一旦このリボンも全部取っていただいて、巻いた後でこのリボンで締めるみたいな。なるほど、わかりまし形になりまた。ありがとうございます。はい。どうでしたか？最初は単語もわからなかった方、今は単語とか少しフレーズとか聞き取れるようになったんじゃないかなと思います。それでは最後に試着をするときに使うその他の表現をご紹介します。まずは試着室の使い方についてです。日本の試着室で私の経験する限り半分以上が靴を脱ぐ必要があります。そのため店員さんは靴を脱ぐ場所とか靴を脱ぐかどうかについて事前に説明をしてくれます。例えばこのように言います。こちらで靴をお脱ぎください。お脱ぎくださいというのはとても丁寧な表現ですね。こちらで靴をお脱ぎください。また靴の代わりにお履物という表現を使う人もいます。
履物というのは現在で言うと靴と同じです。お履物です。また、試着室の中でスリッパを使ってほしいという店員さんもいます。こちらのスリッパをお使いください。もし靴を脱ぐ必要がなければ、どうぞそのままお上がりくださいとか、そのままお入りください。そのままお使いくださいと言います。また、これは女性限定だと思いますが、フェイスカバーを渡されてこのように言われることが多いです。こちらのフェイスカバーをお使いください。フェイスカバーというのは、特に女性が多いですけど、化粧が服につかないように、このような不織布のカバーがありますね。でそれを店員さんが直接私たちに渡す、または試着室の中にある場合もあるので、そのことについて話すことがあります。フェイスカバーをお使いください。そして試着が終わった後、このように聞きます。いかがですか？この意味は、この服、サイズが合いますか？とか、この服好きですか？気に入りましたか？とか、そういう意味ですね。いかがですか？もし皆さんが試着して、この服欲しい、買いたいと思ったら、はい、いいですね。これをいただきます。とか、すごく気に入りました。買います。とか、直接そのように言ってもいいです。でも試着した後、ちょっとサイズが小さいまたは大きい、あるいは色が好きじゃないとか、そういった理由で今試着したものはちょっと買わないという場合もありますよね。サイズが小さい大きいという場合には、違うサイズがあるかもしれないので、店員さんにこのように聞きます。もう少し大きいサイズはありますか？もう少し小さいサイズはありますか？また、サイズ関係なく、これは買いたくないと思った場合には、私はこのように言います。ちょっと思っていた感じと違うので、すみません。私の場合はですけど、直接、いらないとか、買わないとか、好きじゃないとかは、ちょっと言いにくいですね。私の場合はね。なので、私が試着した後、ちょっと自分が想像していたシルエットじゃなかったとか、色が顔にちょっと合わないとか、そういうふうに思ったら、このように言うことが多いですね。この思ってた感じっていうのは自分が想像していた服の感じ、様子ですね。あとは、今回勉強した一旦を使った表現もあります。一旦考えます。一旦考えます。これはすぐに買わないです。一旦、つまりある程度の間、一時的にこの服を買うかどうか、自分に合うかどうか、ちょっと考えますです。あとは一旦の代わりに少しと言ってもいいですね。少し考えます。そうやって言いながら服を店員さんに渡したら、店員さんも分かってくれますね。この服はいらないんだなとか買わないかなっていうふうに分かります。はい。皆さんいかがでしたか？本日は試着するときに使う日本語の表現をいろいろご紹介しました。難しいと思ったところは繰り返し聞いて繰り返し話して練習してください。1回や2回聞いて話しただけでは覚えられませんね。なので10回、20回と同じフレーズを練習して、そして初めて実際に会話の時にね、何も考えないで自然に出てきます。なので、ぜひ頑張って繰り返し練習してみてください。そして次、日本の洋服屋さんで試着するとき、ぜひこの今日勉強したフレーズを使ってください。それでは今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録、そしてコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。